盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養成4代目北谷隆一です。今回はですね視聴者さんのね、塾生さんというか塾生さんの、ご質問に対してお答えするというような回にしていこうかなと思います。でそのご相談なんですけど、内容としてはその針金は2本の枝にこう1本の針金をかけ渡すと聞いてますが、どれとどれを選んだらいいか分かりませんという、そういうご相談なんですけど、それに対してこうですよっていうような今日やっていこうと思います。で本題に入るまで少しだけお時間ください。今無料のメールマガジンやってます。定期的にね、届くんですけども、内容はYouTube の内容だったりとかが多いかな。それをちゃんとした文章にして専用の動画もあったりとかで、何日かに一遍届くのが、全部で70通ぐらい届くと思います。はい、そんなようなのもやってますんで、よかったら概要欄の方でね、メールアドレスだけで無料で見れるんで、よかったらやってみてください。では本題に入ります。針金これ針金こういうやつ、針金をかけるときにしっかり効かそうと思うとね、だいたい基本的には2本の枝にこの1本の針金をかけ渡すというやり方になるんですけども、どれとどれを選べばいいか分かりませんというので、まず言葉で言いますとあんまり近い2本を選ぶとしっかり効かなくてグラグラします。ちょっと離れたとこで一重ね支点になるようなのをくるりんと巻いて、ちょっと離れた2本とかだったらちょうど効きやすい、そんな感じで、言葉で言うとそんな感じなんですけど、実際ちょっとこの辺軽くやってみようかなと思います。まずこの枝一塊を完成させるというやり方でいきますと、ちょっと太いのがね、太いところが僕が今握ってる2本の枝、この辺りちょっと太いんで、まず基本的には太い方からかけていきます。でこの2本をまずかけといて、でもっと言うと本当はこの枝、この全体の枝をこう下げるには、この枝からしっかりね他の違う場所からかけるっていうのもありなんですけど、まずその作業はなしでこの枝だけを、この辺りだけを完成させるという意味でやっていきます。まずはこの今僕が握ってる2本の枝、分かりますかね。このラインとこのライン、ちょっといってみます。で針金はですね気持ち太め、ちょっとこんな太いんで大丈夫かなっていうぐらいでいきます。でまずねこのだいたい今僕が握ってるところまでで針金止めるんですけども、これよりぐるぐる巻くんでちょっと長めに取っておきます。でこれをまず1本目をギュッと引っ掛けて、でこれ固定されるんで、そうなってからもう一方をぐるぐるとで、これ結構太いので先まで行くとかけにくいのである程度で止めます。でこっち切ってからこっち残りをかけます。この時にね枝と針金の隙間があんまり開かないように、かといってギュッと縛るまでではなく、ピタッと沿うようにね、で等間隔の螺旋で最後はちょっと上に向けて切ると、こんな感じだったら、ちょっとこれでせっかくなんで針金かけたらどうなるかという、今この巻いただけの状態をちょっと下げてみますね。ギュッとギュッと、ここまで下がります。この時絶対両手がいいですね。片手でやるとボキッといっちゃダメなんで、曲げたいとこギュッギュッとね、だいぶ下がったのが分かりますかね。こんな感じかな。もともとちょっとね一回針金がかかってる枝だったのであんまりは変わり映えしないですけど、こっちはちょっと下がらないかな、枝が太いから。でも結構曲がるな。こんな感じで多少曲がりますよと。
これが細いと全然今の作業が意味なくて固定されません。はい、で最初のご質問なんですけど、これとこれちょっと離れてますよね。付け根はこの枝の付け根はこの辺なんですけど、この辺はもともとも曲げるつもりがないあたりで、実際曲げるのはここから先ぐらいが狙いで、だからこことここが離れてる感じですね、イメージ的には。でここの曲げるつもりがないここの間のとこが固定用の距離ですね。これがね、この距離が固定される。これがなくね、いきなり近いとこから曲げようと思うとグラグラしちゃう。これしっかり太いんでね、もともとだからこっから先の話をこの距離でうまくやるというような。で太い枝ちょっとやってみたんで、次細かいこの辺のね密集地帯、この辺ももう一個やってみようと思います。はい、じゃあ次はですね、ちょっと大きい針金の次はちょっと中くらいのとこに行ってみます。はい、この辺りまではねまだまだね枝ががら空きなんで、針金もここ通せばうまく重ならずにいけるなっていうのはやりやすいあたりなんですけど、はい、まず中くらいの次行ってみます。次はですね、この枝、これ1本だけ離れ小島にいるんで、これどうにかしときたいんで、これとどこ行こうかな、この辺り行ってみようかな。この2本、はい、これ行ってみます。でちょっとだけさっきより細い針金を使ってます。でこれ次ね、針金が重ならないように先に巻いた針金と同じ向きで巻いていきますね。まずこう引っ掛けといて、こうだったら、はい、針金がさっきの針金に沿うようにいってます。どこも重なってません。はい、これぐらいの太さの針金だと先の方までいけますね。よいしょ。とはいえ先の方は結構細いので気をつけて、五葉松なんでなかなかデリケートな感じですけど、よいしょ。で残った一方をはい、こんな感じでこれで持ち上がってたのがいい場所に行くでしょう。はい、この辺がぐちゃっと重なってたのがちょっとこういい感じに広がるようになりましたと。はい、でここまでもね、これまでも結構簡単なんですよ。で問題はね、この辺の密集してるとこは多分細い針金ばっかになるんですけど、近いとこばっかなんですね。だからそこをうまくね細い針金で、どっか多少先の方重なるのはしょうがない感じで、もううまくちょっと距離を取ったとこで対を見つけていってどうにかするというような感じです。あんま遠すぎたらその道中針金ばっかりになるんで、遠すぎず近すぎずみたいな、そういうところを選んでいきますね。次は小さい針金、細い針金で、この今僕が手でね周り隠して見えてるとこだけ、ここだけちょっとやっていこうと思います。これだけ近いとね難易度上がってくるんですけど、上手に多少重なってもいいという気持ちで、はい、じゃあちょっとやっていきます。この辺り、このゾーンですね。はい、ちょっとやっていきます。で先にねいらない枝があるかどうかちょっとチェックです。これいるか、重なってるからいらないな。あんまり
これは使えるかな。よし。で針金をかけていきます。ここら辺からね難しくなりますよ、重ならないようにするにはね。よいしょ。まずこっち巻いといて、ちょっと細かいんで見づらいかもしれませんけど、で最後は上向くように。余分な葉っぱはね本当はもっと取らないといけないんですけど、まあまあ今日はほどほどで。ちょっと葉っぱ巻き込みすぎたかな。こんな感じで、はい、ちょっと続けてやっていきます。次はもうあんまり遠く離さずに、もう近場で細い針金だからいけるというような感じでね。よいしょ。もうちょっといきます。一応これでいいか。とりあえずこんなもんで、ちょっと1本かかってないとこあるんですけど、それはまあ小さいから OK ということで、こう揃えて、今巻いたんでね、今度は向きを調整してます。はい、できました。ここ今完成させたのがここです。はい、ちょっとあえてここ見えないところで重ねてるんですけど、まあ、基本的に重ならずに、はい、終わりました。で綺麗に揃えてね、このライン揃えて下面も揃えて、間空いてるとこはそこ持ってってみたいな、はい、こんな感じね。で周りも後ですればいいんですけど、とりあえずしっかり完成させたのはこの辺り、はい、完成はこんな感じ。これがねあんまり遠すぎたらこの道中にね針金がね重なりすぎるんですよ。だからある程度の近い距離で済ましとかんと、今僕がかけてる状態よりさらにね針金が目立つみたいな感じになるんで、はい、これぐらいができたら理想ですね。まあご相談もう一回おさらいしますと、針金は2本の枝に、1本の針金で、かけ渡すようにかけるという言われてますが、どれとどれか分かりませんというご相談だったんですけども、今実際してみてこれ以上なかなか説明難しいんですけど、これで伝わっていただけたらいいなというところで終わらさせていただきます。はい、本日は以上です。
盆栽からしたらもったいない北谷4世4代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価メールマガジンもよろしくお願いします。